皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。8月の初めに寄せ植えしたドーナツ型のハンギングです。9月後半に一度多肉をちょい足ししてセダムの成長を待って仕上げしようと思っていたんですが、夏に毎年寄せ植えが蒸れてしまうため、今回はあえてスノープリンセスやおそば黄金万年草などのセダムは使わずに、小さな多肉をカットして寄せ植えを仕上げていこうと思います。とりあえず葉ざしのポイポイトレイを覗いてみたんですが、使えそうな多肉があまりなかったため、使えそうな多肉をこれから探しに行こうと思います。まずはこの赤く紅葉してきた火祭りです。この火祭り覚えていますか？9月8日にアップした今すぐ絶対にやっての動画でカットした火祭りたちです。新芽もだいぶ大きく成長して可愛くなってきました。そしてこの奥の赤く紅葉している火祭りは去年カットして増やしたものになります。とりあえず寄せ植えに使えそうな火祭りを一つ抜いてみることにします。9月の暖かい時期に火祭りをカットすることで、こんな風にしっかり根も伸びて新芽も可愛く成長してくれるんです。ついでに赤く紅葉して可愛くなるこの紅いちごもカットしておきます。寄せ植えに入れるととっても可愛いんですよ。そして我が家ではなかなか増えてくれないこの初恋も一株カットして寄せ植えに使おうと思います。寄せ植えに入れたら増えてくれるでしょうか？増やしたくてもなかなか増えない多肉は、植える土を変えてみたり置き場所を変えたりといろいろと試してはいるんですが、なかなか思うようには増えてくれません。それでもこのマクドガリー×ラウレンシスのようにたくさん増えてくれる多肉もあるんです。このマクドガリー×ラウレンシスも大きめの株を2株ほどカットしようと思います。すでに小さな脇芽があちこちから出ています。これは花芽なのか小株なのかまだちょっとわかりません。夏の間は暑すぎたせいかあまり元気がなかったこのマクドガリー×ラウレンシスですが、日陰に置き涼しくなってから日当たりのいい場所に移動させると、葉もしっかりとして元気な姿に戻ってきました。そして以前寄せ植えに使うのにカットした株元を見るとたくさんこぶいていました。そしてたまたま覗いた多肉棚の一番上で可愛くなっていたコルテスも一番大きな株をカットして寄せ植えに使いたいと思います。ちなみにベランダで育てていたコルテスがこちらです。色が全然違いますよね。しかも葉もこちらの方がキュッと締まっていて、どう見ても同じ多肉とは思えないほど育てる環境で色も葉の締まり具合もこんなに違ってくるんです。皆さんならどちらのコルテスを寄せ植えに使いたいと思いますか？私は断然こっちのコルテスです。そしてこのコルテス以外にもお皿いっぱいに寄せ植えに使う多肉をカットしてきました。これだけで寄せ植えしても可愛いぐらいです。はい、それではさっきカットしてきたこの多肉を使ってドーナツ型のハンギングの寄せ植えを完成させていこうと思います。
ここからの寄せ植え作業は少し長くなってしまうため、気持ち早送りでお送りします。お昼前から始めた作業も気がつけば3時を過ぎていました。この時間になると外もだいぶ寒くなってきます。一枚上着を羽織って作業をしていますが、手がだんだんと冷たくなってきました。今回はほぼカット苗なので、多肉は土の上に置くだけなんですが、土が少し下がっているところは土を足して多肉の高さを調節します。そうそう、今回は多肉を植える前に枯葉取りをするのをすっかり忘れていましたね。寄せ植えの仕立て直しや寄せ植えをする時などは、先に多肉植物の枯葉を取ってから寄せ植えするようにしてくださいね。特にマディバなどの葉が大きい多肉の枯葉は場所も取るので、枯葉を1枚取っただけでもかなりスペースが空いてしまいます。そして今植え付けているのがベニチゴです。今回はこの空いたスペースに真っ赤に紅葉するベニチゴを植えてみることにしました。というのも、ベニチゴは意外と乾燥に強く、セダムのように夏の間まめに水やりをしなくてもある程度枯れずに残ってくれるので、今回はあえてセダムを使わずにこの寄せ植えを仕上げようと思っていたので、ベニチゴを多めにカットしてきました。ちなみにこの寄せ植えを初めにしたのが8月の初めです。それから約4ヶ月が経ちましたが、この4ヶ月で初めに植え付けした時よりも土がだいぶ下に下がっていました。ここで黄緑色のピーチプリデの横に真っ赤に紅葉する火祭りを植えてみました。多肉が紅葉した時の色を想像しながら寄せ植えするのも楽しみの一つです。一度手に取ったモーニングデューですが、ピーチプリデと色が少しかぶったため、ここにはコルテスを植え付けてみました。そして黄色く紅葉するこの黄嶺もカットしてきました。黄嶺は長く首が伸びやすいんですが、寄せ植えに入れると意外と可愛いんですよね。その隣はクラウディアです。そして今回唯一のセダム、今一番可愛い虹の玉も来年の夏にはどうなるかわかりませんが、少しカットしてきました。多肉を動かして植え付けようと思ったんですが、8月に植え付けた多肉たちは4ヶ月でしっかり根付いているため動かすことができませんでした。かわいそうなのでそのままにして植え付けることにします。ちなみにこのようなハンギングの寄せ植えは土がものすごく乾燥しやすいので、夏の間も様子を見ながらまめに水やりをしていたつもりですが、それでも寄せ植えしていた多肉の外葉はかなり枯れていました。この小さなピンク色の多肉は姫秋麗です。香りのいいアロマティカスもいくつかカットしてきました。このアロマティカスは寒さに弱いため、気温が低くなる日や夜などには軒下に
移動させてあげてくださいね。それでもちょっと心配という方は、部屋の窓辺の暖かい場所で育ててみてあげてください。今回カットしてきた紅いちごは全部使い切ってしまいました。結局最後の方まで残ってしまったこのモーニングデューはどこに植え付けるか迷ったんですが、この高砂の翁の横に植え付けることにしました。ここですでにお気づきの方もいらっしゃると思いますが、高砂の翁の横に植わっているルビーネックレスがしわしわでちょっとかわいそうですね。まだまだ水やりが足りないみたいです。高砂の翁も水が大好きな多肉なので、ちょうどいいなと思い一緒に植え付けていたんですが、全然水が足りていないようで、寄せ植えしてから夏の間中ずっとこんな感じにしわしわになっていました。最後にフライツーザスカイを植え付けしたんですが、それでも少しスペースが空いている場所があったので、新たに紅いちごをカットしてきました。今回セダムの代わりにこの紅いちごが隙間を埋める役割を果たしてくれて大活躍してくれました。はい、ということで今日の動画はドーナツ型のハンギングの寄せ植えを仕上げていきました。いかがだったでしょうか。今回の寄せ植えに使ったセダムは虹の玉のみということで、来年の夏越しがこれでうまくいくといいんですが、この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。